もし少し目を離したばかりに我が子を失ってしまったら。2017年10月13日、アメリカジョージア州アトランタ、深夜911へ1本の通報が入りました。 Can you listen? When I came in, the stove was laying on my youngest son's head, and my other son was laid out on the floor with his brains laid out on the floor. I don't know what to do. I just came home to work from this. 仕事から帰ってきたらオーブンが息子の上に倒れていた。もう一人の息子も死んでいて床に脳が散らばっていた。オペレーターにそう説明した女性の名はラモーラ・ウィリアムズ。ラモーラは仕事中、いとこに子供を預けていたといいますが、一体その家で何があったんでしょうか。実はラモーラの2人の息子はオーブンの下敷きになり悲惨な死を迎えた幼き兄弟。母親が目を離した隙にそのアパートで何があったのか。子供たちに手をかけた犯人は彼らを犠牲にしてでも成し遂げたい目的があったんです。おつわすけんちゃんです。宮みかわです。というわけでね、カムサハムニダなんですけども、僕この間ね韓国行ったんですけど、はい日本との文化の差に驚き。何ご飯をね、うん。外で食べようと思ってお店探してたんですけども、はいは全部2人前からなの。え一人で入っても2人前頼まないといけない。でよく見たら周りカップル一人の宅俺だけみたいな。で2人前食べるってこと？そう一蘭なんか絶対韓国に上陸できないじゃないですか。そうかもしれない。だから韓国って一人で外食するってあんまないらしくて。そういうことなんだ。そうだから最近はね、そういう文化も入ってきたみたいなね、一人用のご飯も増えてきたらしいんですけど、むしろそれが新しい市場なんじゃない？もしかしたら韓国で。カンナムの方ではなんか2人組の人ばっかりというか2人から4人とかね、そうだからなんか変なやつだと思われてるのかなと思いながら食べてましたよ。でもそれは意外と一人で行きたい人も多いんじゃない？もしかしたら。かもね。ねで。も2人分のサムギョプサルはマジでうまかった2人分の代わりに2種類肉選べるの。ああ。そう、それは良かったね。頑張れば食べれるから。お腹いっぱいになって、幸せな一人飯でしたと。そうなんです。なのでね、韓国の一人でも入れるおすすめご飯屋さんとかがね、あればね、ぜひね、コメント欄で教えていただければと思います。今回はアメリカ・アトランタで起きた猟奇的な殺人事件をご紹介します。亡くなったのは1歳と2歳の兄弟だったんですが、母親が帰宅した際に、この2人はオーブンの下敷きになっていたというんです。オーブンの下敷きってだけ聞くと、事故みたいに思えるけど、これは事件なのよね。そうなんです。れっきとした殺人事件なんです。事件の日、あまりにも悲惨な現場を目撃してしまった子供たちの母親。第一発見者の彼女は、その状況をどう語ったんでしょうか。母の訴え。2017年10月13日、アメリカジョージア州アトランタ、夜12時前、911へ1本の通報が入りました。Ma'am, I have a question, and this is a serious matter. I just left my cousin in the house with my kids. She just left my kids in the house when I came back from work, and two of my kids are dead. What do I gotta do? They dead. She left them dead in the house by themselves. 電話口で涙ながらに話すその女性は、夫と別居中で3人の幼い息子と暮らしているラモーラ・ウィリアムズ。彼女が仕事を終えてアパートへ帰宅すると、2歳のケアウンテと1歳のジャー・カーター、2人の息子が亡くなっていたというんです。ラモーラはいとこに子供たちを任せていましたが、帰宅した際、そのいとこの姿はどこにもありませんでした。さらに母ラモーラはこの後、ケアウンテとジャー・カーターの死の状況を説明しますが、その様子は悲惨というほかないものだったんです。Can you listen? When I came in, the stove was laying on my youngest son's head, and my other son was laid out on the floor with his brains laid out on the floor. I don't know what to do. I just came home to work from this. ひどく取り乱した様子のラモーラに非常事態を察したオペレーターはすぐに救急車と警察を手配しようとしました。すると住所を問われたラモーラは次のように答えたんです。住所は教えたくありません。怖いんです。逮捕されたくないの。私は本当に仕事から帰ってきたばかりで何も知らないのに。はぁ？息子2人亡くなってて住所教えたくないってどういうことよ？何？逮捕されたくないからってさ、そんな幼稚児みたいな言い訳ある？母親の振る舞いとしてはね、かなり違和感がありますよね。この後オペレーターはどうにかラモーラをなだめ、警察が現場へ向かったんです。事件の時にあなたが仕事に行っていたのなら、責任を問われるのはあなたではなく、子供を預かっていたお姉さんです。だから住所を教えて救急車と
警察を呼びますから。オペレーターがそう説明すると、ラモーラはようやく納得。間もなくしてアパートへ到着した警察は、そこであまりにも痛々しい光景を目にするんです。アパートのキッチンでは、ラモーラが説明した通り、オーブンが床でひっくり返っていました。オーブンの蓋は開いており、亡くなった子供2人はその中に頭を突っ込んでいる状態。ひどい火傷を負っていた彼らは、加熱されたオーブンの下敷きになり、亡くなったように見えたんです。ラモーラが留守にしている間に、一体その部屋で何があったのでしょうか。もうお気づきの方もおられるかもしれません。彼女がとんでもない嘘つきだということに。嘘つきってどういうことよ？確かに息子が亡くなってるのになんか逮捕されたくないとか意味わかんないこと言ってるのは気になった。それだけではないんです。実はラモーラが911のオペレーターに話していたことは、最初から最後までほとんどが嘘なんです。穴だらけのアリバイ。オペレーターに住所を問われた際、息子が亡くなっているにもかかわらず、逮捕されたくないと自分のことばかりを心配していたラモーラ。彼女とオペレーターの会話には、この他にももう一つ不審な点がありました。I just left my cousin in the house with my kids. She just left my kids in the house when I came back from work.事件当日、ラモーラはいとこに子供たちを預けていたと話しています。この発言に矛盾が出てくるのは、住所を教えたがらないラモーラをオペレーターがなだめていた時のこと。If you were at work, ma'am, listen to me. If you were at work while this happened, then the responsibility is going to fall on your sister. That's who you left them with. Okay? Okay, hold on one moment because I'm going to also get EMS on the line as well, okay?Yes, hold on one moment. Yes, ma'am. Stay on the line with me, though. Hold on one moment for me. ラモーラは最初の説明でいとこに預けたと言っていましたが、オペレーターはよく覚えていなかったのか、その後お姉さんに預けていたと話しています。しかしラモーラはその言葉を否定せず、むしろ素直に従い始めました。このやり取りに警察は違和感を覚えたんです。さらに現場に向かった警察がラモーラに事情聴取をすると、今度はおばに預けていたと言い出したり、彼女の発言には一貫性が全くありませんでした。極めつけは警察が近隣住民に話を聞いた時のこと。ラモーラさんはいつも子供だけを家に残して出かけていましたよ。まだ小さいのに誰かに預けているところなんて見たことがありません。亡くなった子供は1歳と2歳って言ってたでしょ、その状態でさ、子供だけ残して外に出かけるなんてさ、ネグレクトじゃないですか。そうなんです。ラモーラのね、話の矛盾と近隣住民の証言から察するに、ラモーラが他人に子供を預けたっていうのは嘘なんです。そしてラモーラの嘘はこれだけではないんです。警察の事情聴取に答えた近隣住民はラモーラについてこうも話していました。変だと思っていたんです。ここ数日彼女の部屋から何か腐ったような異臭がしていたので。腐ったような異臭というのはおそらく遺体の匂いのこと。数日間遺体の匂いがしていたというこの証言はラモーラのある発言と食い違っているんです。彼女は仕事から帰ってきたら息子たちが死んでいたと話していました。つまり朝出かける時には息子たちは生きていたということだとすれば、数日ラモーラの部屋から漂っていた遺体の匂いは一体何だったのでしょうか。それに実のところラモーラはそもそも仕事をしていないんです。ラモーラは911に通報する前、ニサ・スミスという友人に息子たちが亡くなったと相談していました。その友人ニサ曰く、ラモーラはこの約1ヶ月前に子育てと仕事の両立ができなくなり仕事を辞めているというんです。いとこに子供たちを預けていた、仕事から帰ってきたら死んでいた。ラモーラのそれらの発言は全て嘘でした。そして彼女が嘘をついていた理由は、別居中の夫ジャミール・ペンが全て知っていました。実はジャミールは事件の日、ラモーラと同じタイミングで911へ次のような通報をしているんです。妻からビデオ通話がかかってきて、息子たちの死体を見せられたんです。夫に死体を見せつけたラモーラのその行動は到底息子たちの死を悲しんでいるようには見えず、彼女がこの事件の犯人であることを物語っていたんです。ビデオ通話で見せつけるようにってさ、違和感しかないじゃない。普通の親ならショックでさ、通話さえできないんじゃないの？ラモーラはなぜ息子たちを殺害し、それを夫に見せつけるようなことをしたのか。実は彼女にとってそれは夫への復讐だったんです。絶対に許せないこと。ラモーラと夫のジャミールが出会ったのは事件から6年前の2011年のこと。まだ10代だった2人は友人を通じて知り合いました。ジャミールから見てラモーラは穏やかながらとにかく人生を楽しもうとしている人に見えたといいます。日々冒険を求めるような性格の彼女は情熱的なジャミールと馬があったんです。2人が交際し始めて3年が過ぎた頃、長男のジャミール・ジュニアが誕生。
夫婦は自分たちの家を持つことを目標にしばしラモーラの実家で両親と同居することに。そしてジャミールがラモーラに異変を感じ始めたのはちょうどこの頃のことでした。ジュニアは本当に可愛いな。夫のジャミールは帰宅した後、疲れている中でも息子ジュニアの子守りをしていました。すぐそばには全く無関心な様子でテレビを見ているラモーラの姿が。ラモーラは子供が可愛くないのか。ラモーラの実家で暮らすようになって以来、彼女は家事や育児を一切やろうとせず、子供や家のことはほとんど夫のジャミールがしていました。ラモーラのその振る舞いに違和感を覚えつつも、ジャミールは夫として彼女を精一杯支えようとしたんです。そうやってどうにか夫婦の仲は保たれていたんですが、彼らがラモーラの実家へ来てしばらくした頃、事態をさらに悪化させる出来事が起こります。お父さん、しっかりしてください。お父さん。2014年4月20日、妻ラモーラの父親が朝食の時間になっても起きてこないため、部屋まで様子を見に行ったジャミールはベッドで彼が亡くなっているのを発見。死因は心臓発作で、前日の夜のうちに亡くなったようでした。父親と非常に仲が良かったラモーラはこの出来事にひどく落胆。この後次男のケアウンテ、三男のジャーカーターが生まれますが、父のことを引きずっていたラモーラは重度の産後うつを患うんです。もともと育児とか家事を全くやらないっていうのはめちゃくちゃ気になるんだけどさ、精神的に参っちゃうっていう状況なのは分からなくはないわよね。ですがね、ここからのラモーラの行動は単に精神的に参っているでは済まされないものになっていくんです。その後夫婦はラモーラの実家を出て新しいアパートへ転居。その暮らしの中、重度の産後うつを患っていたラモーラはいつも機嫌が悪く、夫のジャミールとたびたび口論になりました。そしてある時、ラモーラの態度に耐えかねたジャミールはこう切り出すんです。君といるとおかしくなりそうだ。僕はこの家を出ていくよ。こうして夫婦は別居することに。子供たちを心配したジャミールはその後もラモーラのアパートへ通い、経済的にも支援を続けていたのですが、ここで黙っていなかったのがラモーラの母ブレンダ。ジャミールに連絡してきたブレンダは彼に次のように話したといいます。あの子を一人にするのは絶対にダメ。何か良くないことが起こるわ。母ブレンダはそこから児童福祉サービスにも繰り返し連絡し、子供たちを保護してほしいと訴えますが、当局が動くことはありませんでした。さらに子供と会いたいがためにジャミールが訪ねてきていると知っているラモーラは、ある時から彼に子供を一切会わせなくなりました。2017年10月時点でジャミールは1ヶ月以上子供と会えていなかったというんです。事態が動いたのは事件の2日前の10月11日。その日、夫のジャミールは電話をかけてきたラモーラと激しい口論になりました。君は僕に何かしてほしい時や問題が起きた時しか連絡してこない。自分が気分がいい時には何の音沙汰もないくせに、一体何なんだ。この翌日にもラモーラはアパートまで来てほしいとジャミールに連絡するのですが、彼は仕事を理由に拒否。ラモーラが激高し、またしても喧嘩になってしまうんです。そして2017年10月13日の夜11時30分頃、夫ジャミールはスマホに表示された着信画面を目にし、大きくため息をついた。ラモーラか。また都合のいい時だけ僕を呼び出すつもりだろう。もしもし、今度は何の用だ。めんどくさそうに電話を取るジャミール。すると妻のラモーラはこう言った。アパートへ来てケアウンテとジャーカーターがいなくなっちゃったの。ラモーラは慌てた様子で次男と三男がいなくなったと訴えるが、夫のジャミールが動じることはない。君はそうやっていつも僕を操ろうとする。子供を出しに使えば僕が簡単に言うことを聞くと思ってるんだろう。違うわよ。本当にいなくなったの。証拠を見せてあげる。一切取り合おうとしない夫の様子に、ラモーラは通話をビデオ通話へ切り替えた。そこに映っていたのはオーブンの下で焼けただれた息子たちの遺体だった。ほら、私が言った通りいなくなっちゃったでしょ。次男のケアウンテと三男のジャーカーターが殺害されたのは10月12日の深夜から翌日の夜にかけて、ひどい火傷を負っていた彼らは当初、加熱されたオーブンの下敷きになったものと考えられていました。しかし検視の結果、2人の火傷は単なる火傷ではなく、長時間オーブンの中で加熱されでもしないとありえないレベルのものだと判明。2人の息子は母親のラモーラによってゆっくり時間をかけオーブンで焼き殺されたと推測されたんです。自分がお腹を痛めて産んだ子供でしょ。別にそうじゃなかったとしてもありえないんだけど、なんでそんなひどい殺し方ができんのよ。夫への復讐の手段としてね、子供たちを利用する犯罪者っていうのは一定数いて、こういう精神状態の人をメディアコンプレックスと呼ぶんです。というわけで本日のメトラキーワード、メディアコンプレックスについて。メディアコンプレックスとは、知
父親への復讐の手段として母親が子供を殺したいと願う心理のこと。ギリシャ神話の登場人物で浮気をした夫への復讐として我が子を手にかけた王女メディアがその語源となっています。父親に憎悪を覚えた際に子供を殺そうと考えるのは、子供を失うことが最も精神的苦痛を与えられる出来事だと分かっているため、この心理に陥る人は見捨てられることに異様な恐怖を覚える境界性パーソナリティ障害の場合が多いとされています。境界性パーソナリティ障害の人にとってパートナーから見捨てられることは何よりも深刻な状況。見捨てられたという事実で頭がいっぱいになってしまい、子供のことなどどうでもよくなってしまう人もいるんです。メディアコンプレックスと深い関わりがあるとされる境界性パーソナリティ障害、ラモーラにもやはり同様の精神疾患を患っている兆候があったといいます。彼女の精神的な問題は先天的なものだからこそ、その問題を知っている母親のブレンダはジャミールにラモーラを一人にしてはいけないと忠告したんです。ラモーラは幼少期、学校の勉強についていけず、ホームスクーリングを余儀なくされていました。さらには突然姉をナイフで切りつけたり、自分が持っていた人形の首を切り落としたりなどの奇行も。母ブレンダは何か精神的な問題があるはずだと考えていましたが、ラモーラは結局精神疾患だとは診断されず、そのまま大人になってしまったんです。事件から7年後の2024年11月15日、ラモーラは殺人や加重暴行、児童虐待をはじめとする14件の罪状で有罪に、仮釈放なしの終身刑と懲役35年の2つの判決を言い渡されました。3人の息子のうち唯一生き残ったジャミール・ジュニアは、今でも事件の日に見たことを父親に向かって毎日訴えると言います。しかもまだ幼い彼は、弟たちがいつか戻ってくると未だに信じているんです。父親のジャミールはジュニアにセラピーを受けさせながら、いつかそのトラウマが払拭される日が来ることを願っています。ジャミールは刑務所にいるラモーラにも電話をかけたといい、彼女の依然として反省のない態度にがっかりさせられたことも。きっとジャミールには、自分がもっとよくラモーラを見ていれば事件は防げたという後悔があるのでしょう。だからこそ彼は元凶である元妻とも真摯に向き合おうとしているのではないでしょうか。もし信じていた相手に家族を奪われるようなことがあったら、あなたはその相手とどのように向き合いますか？